チャンネル登録をしてくれている皆さん、そして面白いものを探しに偶然ここに訪れた皆さんに再びご挨拶できることを嬉しく思います。ご存知の通り、面白いことはまだまだ尽きませんので、今回も皆さんに新しく驚くような科学的事実をご紹介していきたいと思います。ご視聴をお楽しみください。地球から見える星の光は人類誕生より古いかもしれません。光子、すなわち光の粒子は宇宙の星から文字通り天文学的な距離を旅して地球上に降り注いでいます。例えばアンドロメダ銀河は肉眼で見ることができる最も遠い天体ですが、地球から250万光年の距離にあります。つまり今見えるアンドロメダ銀河の光は現世人類の祖先である人族のホモ・ハビリスが誕生した頃に発せられたものなのです。女の赤ちゃんに生理が来ることがあります。少し赤ちゃんの不思議な事実について考えましょう。女の新生児には生後1週間で新生児月経として知られる症状が起こることがあります。子宮にいる胎児の体には母親から高濃度の女性ホルモンが流れ込んでいますが、生まれた途端に一気に女性ホルモンの量が減ります。大人の女性であれば女性ホルモンの急激な低下によって生理が始まります。同じことが赤ちゃんに起こるわけです。でも知らないパパママが見たら心配になるかもしれませんね。ティラノサウルスはステゴサウルスよりも人類に近い時代に生きていました。恐竜といえば巨大なジェラシックパークのセットの中をさまざまな恐竜が闊歩する様を思い浮かべる人も多いでしょう。実際の恐竜は2億3000万年前から6500万年前までの非常に長い間繁栄し、その間いくつもの種が現れては消えていきました。そして実はステゴサウルスの滅亡からティラノサウルスレックスが登場するまでの期間よりも、ティラノサウルスレックス滅亡から人類登場までの期間の方が短いのです。さらに時間の長さについて言うと、意外なことにクレオパトラはギザの大ピラミッドの建設よりも人類の月面着陸に近い時代に生きていました。彼女が生まれた時、大ピラミッドの建設からすでに2530年が経っていたのです。つまりクレオパトラと大ピラミッド建設を結びつけることは、ナザレのイエスが親友だと妄想するぐらい滑稽なことなのです。タイタン上なら人類は鳥のように飛べるかもしれません。土星の衛星タイタンは濃い大気に覆われており、その大気を利用すれば人類は羽をつけて鳥のように飛ぶことができるかもしれません。レスター大学から出版された You Can Fly という論文には、土星の最大の衛星タイタンでの飛行の可能性について具体的な数字とともに紹介されています。それによると、人は 1.4 平方メートルの羽を腕につけ、秒速11メートルで傾斜を駆け上がれば、タイタンの未知の鳥とともに宙に舞い上がることができるということです。科学者が出した結論は、卵より鶏が先。科学によって古くからの大いなる疑問に回答が与えられ、長年の論争についに終止符が打たれました。発表したのはシェフィールド大学の研究者たちで、鶏の卵の殻は鶏の卵巣で作られるプロテインによってのみ形成されるため、卵より先に鶏が存在するのが道理だと言います。とすれば、卵を歴史上初めて産んだ鶏は突然変異で生まれたことになるのでしょうか。
アルコールを飲むと胃腸の中のものが血液に漏れ出します。散々飲んだ翌朝、二日酔いに苦しんでこのまま消えたいと思うこともあるでしょ。それは体内の血の中にうんちがぷかぷか浮かんでいるせいかもしれません。語弊があるかもしれないので言い直しますと、飲酒後の血液には内毒素と呼ばれる本来便に含まれているはずのバクテリアが存在しているのです。人間の体がアルコールを代謝する過程で毒素の一つであるアセトアルデヒドが生成され、そのアセドアルデヒドが消化器官の内装を破壊することによってバクテリアが保護層を突き破り外へと出てしまいます。体はそういった汚染物質に反応し、吐き気などの症状を表します。ボンペイの住宅は2階にもトイレがありました。1950年代のイギリスではまだ屋内の配管設備も整備されていませんでしたが、1世紀のボンペイの人々はまるで夢のような家に住んでいました。ボンペイの遺跡、中でも残された大昔の便の構成物の調査によって、ボンペイには文明的な屋内のトイレがあったこと、さらに2階にもトイレがあったことが分かりました。ベスビオ火山の噴火によってほとんどの住居の2階以上と思われる部分は破壊されていますが、現在確認できる23の2階部分の調査によれば、ボンペイの人々は技術・衛生に関して極めて高い水準の暮らしを享受していたということです。地球で見られる日食は太陽系でも珍しい現象です。地球上で観測される皆既日食のような現象は実は他の星では見られません。月の直径は太陽の直径よりも400倍小さく、さらに月は太陽よりも400倍地球に近いため、地球では月と太陽がほとんど同じ大きさに見えます。そのため丸い月が丸い太陽とぴったりと重なり、黒い円の外側に太陽による眩しい金環ができるという現象が起こります。他の惑星でも日食は発生しますが、衛星よりも太陽が大きくて部分日食となったり、反対に衛星よりも太陽が小さすぎて真っ暗な皆既日食となったりします。太陽系で完璧な皆既日食を観測できるのは地球だけなのです。レオナルド・ダ・ヴィンチは200年早く摩擦法則を発見していました。摩擦法則は長年フランスの科学者ギヨーム・アモントンが発見したとされてきましたが、ダ・ヴィンチのメモにより彼がアモントンより200年早く発見していたことが分かりました。ダ・ヴィンチの大量のメモはすべて鏡文字で書かれていて、解読困難な部分もあるので、科学者たちが知らなかったとしても多めに見ることにしましょう。問題の摩擦法則ですが、ダ・ヴィンチのアイディアノートのあるページの隅に荷重と滑車の実験の小さなスケッチとして残されており、そばには老婆の絵が描かれていて、人の美しさは儚いとタイトルが添えられています。残念なことに科学者たちは老婆の落書きと一緒にダ・ヴィンチの摩擦法則も単なる雑多なメモとして片付け、長年埋もれさせていたのでした。虫の脳をレゴロボットに搭載することに成功。脳は単純にまとめると電気信号の塊です。人間の脳の信号は非常に複雑で、現代の科学の力をもってしても複製することはできません。しかし虫の場合は話は別です。オープンワームプロジェクトは302個の虫の神経細胞の接続を調査して、
ソフトウェアに書き換え、それを単純なレゴロボットに搭載することに成功しました。搭載されたレゴロボットは自らを虫と認識して動き回っていることになります。ここまで来ると科学は行き過ぎているでしょうか、それともまだまだ未発達でしょうか。第2回の動画も第1回の動画と同じくらい皆さんが楽しんでくださったことを願っております。まだ第1弾を見ていないですって？ぜひそちらも覗いてみてください。皆さんが私たちと同じように面白い情報で頭を満たすことがお好きでしたら、動画についてのご意見といいねボタンもどうぞお忘れなく。